今踏んだのは Xtronic の AirStep。アナログ機器もデジタル機器も、そして DAW のコントロールから YouTube の再生停止までも足元で一括コントロールできる優れものなんです。今回紹介する AirStep、とっても多機能で便利なフットスイッチなのですが、今回はね、3つの使用ポイントを紹介します。1つ目、THR2、このアンプを AirStep だけで操作。で、2つ目、カスタムオーディオアンプリファイヤーの3プラス SE っていうチューブのプリアンプですね。これと HX ストンプデジタルマルチエフェクターを同時に制御。で、3つ目、DAW で録音と、あとパンチイン、パンチアウトを足元で操作。この3つを実演しながら紹介します。では早速1つ目からいってみましょう。はい。じゃあまずはヤマハの THR2。AirStep と直接 Bluetooth ペアリングしておくと、スマホのアプリを介さなくても、アンプのプリセットやエフェクトを足元で操作することができます。こんな風にクリーンサウンドからリードまで一発で切り替えられます。で、さらに個々のエフェクトのオンオフもできる。これ便利ですよね。これ本体だけだとできない機能です。で、AirStep のアプリでもこの THR 用のプリセットがあらかじめ用意されているので、最初の設定も比較的簡単にできます。ちなみにこの THR 専用として AirStep の YT エディションなんていうスペシャルバージョンも用意されています。で、THR 以外にもポジティブグリッド、スパーク専用の AirStep SPK エディションや BOSS の刀用の AirStep Cut、BW エディションもあります。アンプに合わせて選べるのも嬉しいところですよね。で、もしペアリングに苦戦する人は、まず AirStep のファームウェアを最新にするのが大事です。AirStep アップデータというアプリで更新できます。それと THR2 とスマホを Bluetooth で接続している場合は、一度その THR のリモートアプリを閉じるなどして、Bluetooth の競合を解消してください。あとは電源を入れ直すとか、本体同士を近づけるとか、あとね、必要に応じて、この AirStep の左から2番目のスイッチを押しながら電源を投入すると、モードが切り替わるので、このあたりをやればね、大抵うまくいくと思います。はい、じゃあ次は、カスタムオーディオの3プラス SE っていう、アナログのプリアンプと HX ストンプ、デジタルマルチエフェクターですね。これを同時に切り替える方法をやってみます。AirStep とどうやって繋がっているかと言いますと、まず AirStep にリレー端子があります。リレー端子はよくアンプのチャンネルとか切り替えるためのものなんですけども、その信号が出せるので、それは3プラスのチャンネル切り替えのスイッチに繋がっています。で、HX ストンプなんですが、これ普通に MIDI で繋げばいいんですけども、AirStep は Bluetooth MIDI っていうでワイヤレスで出せるので、それをですね、この WD マスターっていうこのちっちゃなアダプターがあるんですが、これを返すことで AirStep から飛ばした Bluetooth MIDI が HX ストンプにワイヤレスで飛ばすことができるんですね。これなかなかね、便利だと思いました。このように1にすると HX ストンプが1で、3プラスのチャンネルも1で、2を踏むと HX ストンプは2で、チャンネル3に設定してます、今。なので、これがですね、同時に切り替わるんですよ。
こんな感じでですね、アナログとデジタル別々の機材が一瞬で同じタイミングで変化する。やってみるとなかなか便利ですね、これはね。で、あと、Bluetooth MIDI の遅れっていうのも、今切り替えた感じとしては特に気にならないですね。これ実用的な範囲で使えると思います。で、この設定も AirStep のアプリからこのどのスイッチに対してリレーをオンオフするかとか、MIDI でどのプリセット番号を送るかをセットするだけなので、例えばクリーン用とリード用、それぞれのシーンに合わせたプリセットを登録しておけば、あとは足元でワンタッチで OK です。はい。じゃあ3つ目はですね、DAW で録音操作を足元だけでやっちゃおうっていう使い方です。この AirStep には、MIDI モードだけじゃなくて、パソコンのキーボードのショートカットを割り当てられる HID モードがあります。アプリを使って各スイッチに、例えばスペースキーとか F9 キーなど対応づければ、録音開始、停止やパンチイン、パンチアウトを踏むだけで操作できます。足元にキーボードのショートカットがあるって感じですね。これね、想像以上に便利です。例えばギタリスト、あとボーカリストもそうかもしれないし、これ自分で録音するとき、まずギタリスト持ってるので、こう操作するのちょっとめんどくさいですよね。で、それがですね、全部足元でリアルタイムでできちゃうっていうのは、ここからパンチアウトっていうのがこうできるっていうの、これ初めてやってみたんですけども、意外と便利ですね、これはね。それから実はね、今ご覧になられている YouTube の再生停止なんかも AirStep でできます。これもね、AirStep Play っていうプリセットがあって、YouTube の操作があらかじめ割り当てられています。座ったまま、こう例えば何かギターのカラオケとか流しながら再生とか停止とかっていうのができちゃうので、やっぱりこう、ギター持ってると足元でできるのは結構やっぱ楽ですね。はい。というわけで、今回は Xsonic の AirStep を使った3つの活用法を中心にお話ししましたが、実際にはアナログ機器からデジタル機器、そして YouTube まで幅広くコントロールできるのがやっぱすごいところですね。で、アンプやエフェクターのスペシャルエディションもあるので、自分の機材に合わせて選べるのも嬉しいところだと思います。さらに詳しい内容は、輸入代理店のフックアップのホームページをぜひご覧ください。概要欄にリンクを書いています。はい、ここまでご覧いただきありがとうございました。このチャンネルではギター機材を中心にレビューや使い方を詳しく紹介しています。面白かった、参考になったという方は、高評価、チャンネル登録で応援していただけると大変励みになります。よろしくお願いします。というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。